では始めましょう。今回は静かな沼の風景を描くのですけども、途中2箇所ほど大事なポイントがありますので、ゆっくり見てくださいね。では広い空ですね。抑揚のついた筆で雲のアウトラインを描いたら、そのままの色で青空を塗ります。そうすると雲の形が浮かび上がってきます。その雲に空の青を溶かしてあげると、ほら、こんな日陰ができて雲の立体感が見えてきます。さあ、雲ができたところで、今度は対岸にある緑の岸辺ですね。のびのびと長いタッチで塗ってみましょう。広がりが出てきますね。それができたら今度は手前の水面です。水平なドライブラシでささ波です。キラキラ輝いて見るでしょ。光った水面、いいですね。そしてもう一度対岸に戻って岸辺を暗く描いたら紅葉です。イエローのディープにオーカーやバーミリオンを加えた、そんな色の濃淡で自由なタッチで塗ってみましょう。自然な絵の具のたまりや少なさや濃さ、これで木が変化してきます。もうちょっとバーミリオンを余計にしたら、同じ紅葉でもちょっと手前の木になります。森に奥行きが出てきますね。また赤色なんか加えたらいいでしょう。楽しくて。今半円を描いてます。水にちょっと映った感じですね。さて、これから今日の第一のポイントです。今紅葉を描きましたね。実はその後ろに円形の山を描かなきゃいけないんですけども、水彩ですからまず明るい紅葉が先ですね。次に今塗っている暗めの円形の山という手順になります。これがどうしても水彩で避けては取れない手順です。この時に、紅葉の形を残すんですけども、紙の白を残すようにして塗りましょう。あまり神経質に描かないことですね。これが大事なポイントですよ。さあ、それができたところで、今度はその紅葉をもっと引き立たせるためにですね、このくらい手前の暗い木々を描きます。この明暗の対話、絵を生き生きさせる、これもまた大事な表現ですね。紅葉が見えてきましたね。色が乾いて薄くなったらまたちょっと加えてあげましょう。どうですか？そうしたら今度は手前に移りましょうね。ここに実は岸辺に向かってのなだらかな草原があります。大きい筆使いですね。虹目の効果です。イエローオーカーを重ねて、だんだん手前ほど暗く鮮やかな色をタッチを生かしながら複雑に塗ってきます。どうでしょう。草原がぐーっと手前に出てきて、紅葉がずっと奥に入りましたね。広い沼を描くということは、広い岸辺を描くということでもあります。手前の草を重ね塗りしたり、引っかいたりして、ちょっと変化をつけましょう。あまり描きすぎないんですけども、でも描かなきゃいけないですね、ここはね。どうでしょう。このくらいかな。では、今度は中心にあるこのボートを描きましょう。実はここにも第2の大事なポイントがあるんですね。先ほど円形で教えたように、まず明るい色が先、暗い色が後という手順で考えると、このボートも今塗っているこの部分が後からの手順となります。でも実はここは慎重に描かなきゃいけないですね。
なぜかっていうと明るい、今オールを残すように書いてます。それから船べりの明るさを残すように書いてます。これが水彩のちょっと厄介で難しい点ですね。暗い色を塗りながら明るい形を作る。これが今回の第1、第2のポイントに通じて言える部分ですね。さあだんだんボートの形がはっきり見えてきました。船べりとオールを残してボートの内側の青く暗い部分を塗ってるわけです。それができたら今度は側面を描いてから水に映った部分を描きます。これはどこどこ残すように塗りましょうね。そうすると軽い水面の動きが見えてきます。今引っかいてますね。これは草ですよ。さあだいぶ絵が決まってきました。今度は右に移って樹木です。ここは樹木の明るい部分、ほら円形の暗い木を塗って残してありますよね。これが今日は暗い調子を塗りながら明るい形を作るという全部共通する部分ですね。ここ明るいとこ残してあります。せっかく残したんだから大事に使いましょう。さあゆっくりと残した白いとこを生かすようにして木の肌を描いていきます。ここで頑張って塗りすぎると残した白がなくなっちゃいますので、大事にですね。でも楽しみながらですね、描いてみます。どうでしょう。こういう書き込みいいですよね。描いていて楽しい部分ですね。だんだん木ができてきたな。多分描くとき皆さんそんな実感が得れると思います。さあ次は今度はしなやかな枝です。この木は白樺なのであまり太い枝がないんですね。幹が中心にあって、あとはしなやかな細い枝が左右に広がっています。でも実はここですね、枝をみっちり丁寧に描かなくていいんですよ。なぜかっていうとこれからこの上にね葉っぱをつけるんですね。ですから枝はちょっと存在を描くだけで終わりです。手前の木が2本できました。何かだんだん絵ができてきたなって感じするでしょ。そうしたら葉っぱです。ここは筆で絵の具を叩きつけるような軽いタッチでシャッシャッと描きます。もう秋が深まってきて葉っぱが散った状態ですね。だからあんまりみっちり描かないことです。葉っぱの間から白い雲とか円形の紅葉が見えるように描きましょう。いいですね。こんな感じですよ。だんだん雰囲気出てきたんですよね。こうやって画面の右側を塞ぐことで明るい沼の形をねこう見せようというわけです。でもあんまり描きすぎないしましょうね。とにかくもう先ほど言ったようにもう秋が深まったそんな木ですからね、葉っぱがパラパラっとついてる感じです。葉っぱができたら画面の左中に向かうような斜めの枝を軽く描きます。さあ木々もできて円形もだんだんできてきました。ちょっとたすきを加えてもうここら辺は充実しましたね。そうしたらいよいよもう一度ボートに移って絵の仕上げとなりますね。ボートは先ほどオールのとこ白く残してあります。その続きを描きましょう。これで一本のオールに見えるから不思議ですよね。左ができたら右のオールを単純化して描いてみましょうね。このオールです。これで出来上がりです。今回は秋の沼を描いてみました。ポイントは中で2つ言ってるように
明るい形を描くということは、暗い色を塗る、その対比で明るい形を作るんだということでした。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。それではまた。